おっさんのスタント、始まるよ。徐々にですが、絵面が賑やかになってまいりました。今回は気分転換にスタントをやってみましょう。この運転手のボディトリックというのが、なかなか言えてみようと言いますか、端的にこの競技を表現している。スタントは5種類ありますが、現在開放されているのは2種類。今回挑むのはボーリングとリノベーションです。ダーツとゴルフはいいけど、吹雪ってなんだよ。フラットアウトの経験者ならおなじみ、ドライバーが車から飛び出し、ボーリングの球のごとくピンへと向かっていく。なぜ命を落とさないのか、原理が不明な競技です。最高速度でフロントガラスから飛び出そう。これは三春地の新モーションに期待できそう。まずは実際にやってみて体で感じよう。もはやただの衝突実験みたいになってんよ。ボディを操作する暇もなかった。2回目の挑戦。まさかの不発。衝撃が不足したのか、フロントガラスから飛び出せない。後からいくらニトロを焚いても無意味。今のは練習だ。やり直し。三春地が効いたら切れそう。お、これはいいんじゃないでしょうか。うまくレーンに着地、オイルで滑っていく。ここで問われるのが運転手のボディトリックなのです。7ピン倒しました。いいですね。コツをつかんだのか、さらなるスコア上昇を狙う。またも7ピン。これが最終投てきです。悪くはなさそうだが、思いのほか着地でスタミナを削られる。ピンまで届かなかった。スタミナの温存も大切なんですね。この辺りがボディトリックの難しさであります。私の順位は5位でした。それはともかくストライクを出したいですよね。ということで延長戦です。カメラの距離を遠くしています。それはそれとして射出の難しさについて、角度をつけすぎると打ち上げられてしまうんですね。こうなると着弾は難しいです。大体が飛びすぎる。なんとか制御してレーンに落ちたとしても、制御した分ピンまで進むためのスタミナが不足する。今回はなぜか右に切れていきました。こうなってはスタミナが残っていても無意味です。これは飛距離が出過ぎた例です。空中でかなりブレーキをかけていますが、力及ばず。発射角度で9割決まる。本来はマナーが悪いとされるロフトボールですが、このスタントに関して言えば問題ありません。ドライバーは直接ピンに当たってもいい。当然ですが、倒れたピンの数はカウントされます。しかし、カウントされる数が正しいとは限りません。これが問題のシーンです。まずは2ピン倒れます。真ん中のピンが揺れ始める。おいおい、まだ倒れてる途中でしょうが。4ピン倒れたが、2ポイント、消せぬ。これは倒れてると言ってくれや。もたれかかってるピンはセーフ理論。もたれかかる場合でも判定は曖昧だ。これなら7ピンか9ピンでしょうが。またしても疑惑の判定。これは倒れてないのか。この感触はいいぞ。惜しい。あと1ピンが倒せない。そしてついに成し遂げたぜ。ストライクだともう一回遊べるドン。まあ最後はスタミナが来たんだが、結論、ボーリングは難しい。それじゃあ次、リノベーションに行きましょう。またカメラが近くなりまして、車から飛び出すのはボーリングと同様。今回のターゲットは建物です。命がけってレベルじゃねえぞい。早速やってみるのですが、これが難しい。今回はボーリングのようなレーンがない。手前に落ちすぎると建物まで届かない。うまく跳ねることはあるが、これ無理だぞ。三春地、ついに建物に接触か。私は初めてポイントを獲得した。ポイント差が文字通り桁違いで草なんだ。桁が3つ違うってどういうことだよ。3回目、少し角度が高いか。わずかに衝撃を与えた模様。これはどこに目標を置くべきか。爽快感のある倒壊シーンを撮りたいですね。繰り返し挑戦あるのみ。
今こそ倒壊の時。やったぜ。そして時間差の倒壊。諦めなければ倒壊は継続する。まだいけそうな雰囲気でしたが、しゃあない。割と頑張ったけど、それでも最下位なんだ。少しずつ建物に当てる感覚をつかみ始める。それは今後の人生に役立ちそうにない感覚。2回目の挑戦、感覚は悪くなかったが、建物の隙間にうまく収まってしまう。無念の0ポイント。ここからがマグマなんです。これはいい角度。ミハルチダイナミックスペシャル。ここからがマグマなんです。まだだ、まだ終わらんよ。ふう、気持ちいい。うわーん、疲れたもう。プーマー兄貴には勝てませんでしたが、最初の惨敗から考えれば、2位になれたことは大健闘と言ってもいい。今回は以上です。次回はクロスの攻略と、ついに新車の購入に踏み切るミハルチ。また次の動画でお会いしましょう。